君は石碑を見つけた。以前この岬に来た時は看板が立っていたような。記憶違いだろうか。石碑には、ここから見える島に渡りたければ石碑を叩けと書かれている。海の向こうに島が見える。なぜ石碑を叩くと島に渡れるのかはさっぱりわからないが、どうしようか。君は石碑を思いっきり叩いてみた。すると君たちの体が突然宙に浮き、気がつくと君たちは島にいた。不思議な力でここまで飛ばされたようだ。その直後、茂みの中から老人が飛び出してきた。身代わりが来たと喜んでいるが、老人は自分の代わりにこの島で暮らしてくれと君にすり寄ってくる。君が嫌だと即答すると、老人はならば力ずくでと襲いかかってきた。老人曰く、この島は呪われていて、自分の身代わりを探さない限り永遠に脱出できないらしい。君たちに返り討ちにされた老人は膝をつき、静かに涙を流している。するとどこからともなく魔物たちが現れ、失意に満ちた老人のそばで悲しそうな泣き声を上げた。お前たち、慰めてくれているのかと、老人は魔物たちを優しく撫でた。老人は何かを決意したようにうなずくと、立ち上がり、君たちに歩み寄ってきた。この島はわしと一緒で寂しがり屋でな。誰かが残ってやらねばならぬ。早々に立ち去るがいい。老人はそう言うと、土産だとばかりに神々しく輝く服を君に手渡した。老人がこの島に残ることを決めたせいだろうか。しばらくすると君たちの体は再び宙に浮き、気づくと君たちは元いた岬に戻っていた。ここにあったはずの石碑はどこにも見当たらない。君は海の向こうに霞む孤島をしばらく見つめ、さよならとつぶやいた。霊廟入り口の扉の前に白の教団らしき服装の人影が見える。君はここを通してくれと頼むが、様子が変だ。侵入者は殺す。白く様の命令。兄弟員たちは淡々とした声で殺すとつぶやくと、こちらに襲いかかってきた。白の兄弟員たちは正気を取り戻したようだ。きょとんとした顔をしている。白くから門番を頼まれた後、意識を失ってしまったらしい。催眠術にでもかけられたのだろうか。白の兄弟員たちはどこかへ去っていった。ここは通せない。死ね。なんだか不思議な力を感じる場所だ。ここは薄暗く、周囲がよく見えない。足元に気をつけて進もう。トゲの生えた床を踏んでしまった。侵入者を阻む罠が仕掛けられているようだ。白の兄弟員が道を塞いでいる。こいつも雰囲気が少しおかしいようだ。これ以上は行かせぬ。地下1階と違い、部屋に明かりが灯されている。どことなく人の気配がする。また白の兄弟員が道を塞いでいる。侵入者は殺す。また白の兄弟員だ。この霊廟に白の兄弟員は何人いるのだろうか。白く様の仰せのままに。この先には行かせないぞっていう雰囲気ですね。看板には目に見えるものだけに頼るべからずと書かれている。近くの壁を調べてみてください。
なんと壁に隠し扉が。看板に書かれたメッセージはこのことを示していたのだろうか。この近くの壁にも。この壁も隠し扉だ。やはり看板のメッセージは隠し扉の存在を示しているらしい。この先も隠し扉がないか探してみよう。また隠し扉を見つけた。侵入者を惑わせるには十分な作りだ。また隠し扉だ。この階には一体いくつの隠し扉があるのだろうか。案の定、ここも隠し扉だ。さっさと通り抜けよう。この壁も隠し扉だ。これまでいくつの隠し扉を見つけただろう。そろそろ終わりだといいのだが。この先からただならぬ気配が漂っている。入念に準備してから進むといいだろう。こんなところにまで隠し扉が。この仕掛けを作った人物は相当根性が曲がっているに違いない。この階全体が強大な力で覆われているようだ。白くのそばに白の教団の3人組が倒れている。こちらに気づいた白くは軽く目を向けると、なんだ君たちかと言った。お前の目的は何だと君は白くに問う。ここは霊廟の心臓部。白の教団がドラゴンを幽閉して竜の涙を採取していた場所だという。竜の涙は自然の摂理をねじ曲げるほどの魔力を有した液体だが、白の教団は独自技術でそれを薬に加工していたそうだ。やはりここにはメルブールを治せる竜の涙が、と思う君をよそに白くは続ける。俺は薬が憎かった。父と母を殺した薬が。君は白くも自分と同じような過去を持っていたことに驚きを隠せない。薬に恨みを持つ白くは教団内部に潜り込み、その根源を断つことを企んだ。そして教団の上層部にまで上り詰めた白くは薬の根源がドラゴンであることを知った。以来白くはドラゴン殺害の機会を伺っており、先の火山でようやく念願叶ったというわけだ。あとはこの場所を破壊すれば、ドラゴンの薬によってよどんだ世界は再び本当の姿を取り戻す。白くは祭壇の前でブツブツと呪文を唱え始めた。何かの儀式だろうか。白くを止めなければ霊廟は破壊されてしまう。そうなれば竜の涙も入手できなくなる。しっかり準備を整えて。君は白くの儀式を静止しようとした。すると倒れていた白の教団の白羽たちがよろよろと起き上がった。白羽は「白く様どうして?」と動揺を隠しきれない様子だ。我々は利用されていたのかとブランは白くへの不信感をあらわにしている。白磁はあなたの行為は白の教団の教えに背いていると白くを糾弾した。白くは全く意に介さない。それどころか、お前たちは我が目的のために利用したまで、すべては薬を根絶するために。そう言うと白くは再び儀式に集中し始めた。君たちは白くを前にただじっと静観している。しかしこのままでは。君たちはまだ白くの様子をうかがっている。そろそろ白くの儀式が完了してしまいそうだ。君たちはじっと白くの様子を眺めていた。しばらくして白くの儀式は完了し、霊廟に
この世のものとは思えない怪物が降臨した。怪物は白くを食らい尽くすと、続けて君たちも。残念だが、君たちの冒険はここで終わりを迎えた。